皆さんこんにちは。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、ずっとリフォームやってた90万で買った戸建てなんですけど、この度やっとリフォームが完了しましたので、そのリフォーム後の様子お伝えしていこうかなと思います。なかなか今回時間がなかったのであんまりしっかりやれてないんですけど、ビフォーアフターも並べながらお伝えしていこうかなと思いますので、よかったら最後までご視聴ください。それじゃあ物件にレッツゴー。はい、それじゃあ早速中に入っていきたいと思います。はい、まず玄関ですけど、特にここは何にもやってないので買った時のまんまですね。で、買った時にこのちょっときれいめな下駄箱置いてあったんで、これそのまま使ってます。じゃあちょっと中入っていきます。で、まず右手に洋室がありますので、はい、ここ6畳の洋室ですね。ここもね、結局何にもやってないので、もう買った時のまんま、綺麗にクリーニングして、一応シーリングライトに変えたかな。で、あとは何にもやってないので、床にちょっとワックス塗ったぐらいですね。ピカピカに光ってる。フローリングは綺麗にしてワックスかければすぐピカピカになるんで楽ちんでいいですね。あとここね、物置なんですけど、なんと扉がなくって、で、扉って買ってくると結構高いんですよね。自分で作ってもいいかなと思ったんですけど、めんどくさかったんで、こんな感じでロールカーテンつけてあります。はい、こんな感じで物置ね、ロールカーテンで隠してあります。このロールカーテンね、いくらだったかな。確か3000円ぐらいでニトリで買いましたんで、こんな感じで綺麗に隠せたかなと思います。はい、閉めるとこんな感じね。ロールカーテン。いい感じ。で、この左手にも洋室があって、ここはもともと6畳の畳だったんで、フローリングに変更しました。新品のフローリングは気持ちいいですね。で、それ以外はここも特に何にもやってないので、シーリングライトに交換したぐらいかな。それぐらいですね。こっちの縁側との境に障子の襖があったんですけど、なんか汚かったし、しかも動きも結構硬かったので、思い切って捨てちゃいました。せっかくこんな大きな窓ついてるし、ここにカーテンレールついてるんで、ここにカーテンつけてもらえば過ごしやすい部屋になるかなと思ったので、ここの障子の扉は思い切って取っ払っちゃって、続けて一部屋みたいな感じで使ってもらえるといいかなと思います。で、その横にはキッチンがあって、はい、ここがキッチンですね。ここは壁紙を貼りました。奥のキッチンのとこはタイルなんですけど、この手前の部分は、もう築古あるあるなんですけど、プリント合板だったんで、綺麗ならまだいいんですけど、結構汚かったので、壁紙を貼っちゃいました。なので白で結構統一感が出て、すんごい綺麗になりましたね。いい感じ。で、ここもシーリングライトつけて、で、床はもともとフローリングだったんで、ワックスをかけて、で、キッチンも結構いいのがついてて、で、クリーニングで結構綺麗になったんで、そのままですね。キッチンも何もしてません。で、ガスコンロがちょっと汚いんですけど、これ、今度ガス屋さんが新品に交換してくれるんで、ここも新品になります。
いやー、ガス屋さん助かりますね。いやー、ほんとガス屋さんありがたい。いつもお世話になります。で、キッチンの後ろ側に物置がついてるんですけど、ここも壁紙を貼って綺麗になりました。ついでにとっても新品にしといたんで、結構綺麗な扉にね、なってますね。はい、あとそれから、モニター付きインターホン。これも取り付けてあります。モニター付きインターホン結構入居者に人気って聞くんで、必ずつけるようにしてますけど、一応キッチンについてます。で、続いて水回りですけど、ちなみにこの廊下も特に何もしてなくて、ワックス塗ったんで結構綺麗になってますね。ここもそのまま。で、この右手に、まずトイレ。はい、トイレこんな感じ。ここもほとんど何もやってなくて、シャワー付き便座をつけたぐらいですね。ここももともと綺麗だったんで、何にもやってません。便器ももともと綺麗で、床にちょっとクッションシート貼ろうかなと思ったんですけど、床も綺麗なんで、このままでいいかということで、シャワー付き便座つけたぐらいですね。これがトイレ。あとこの扉のドアノブが変なのついてたんで、これを新品に交換しました。レバータイプのかっこいいやつに交換しました。で、続いてその横が洗面ですね。ここもドアノブを綺麗なレバータイプに変えてあります。で、洗面は結構やりましたよ。はい、こんな感じ。まず床はクッションシート貼って、で、洗面台も新品に交換してあります。で、壁は下の部分はタイルだったんで、アルミ複合板貼って綺麗にしてあります。で、上の部分は壁紙を貼っ付けてあるので、そこも綺麗になってます。動画だと伝わらないかもしれないですけど、壁紙が綺麗に貼ってあります。あと洗濯機用の蛇口も新品に交換してあって、で、あと排水口のとこも排水トラップつけてあります。で、その横がお風呂。で、お風呂も結構綺麗だったんで、ここも何もしてないですね。強いて言うならシャワーヘッド交換しましたけど、それぐらいで、あとはクリーニングで綺麗になってます。給湯器もガス屋さんが新品つけてくれるんで、このリモコンも新品に変わります。ほんとガス屋さんありがとうございます。はい、続いて2階ですね。2階は2部屋あるんで、2階行ってみます。まず右手のこの部屋。ここもドアノブをレバータイプに交換してあります。はい、6畳の洋室ですね。ここはもともと洋室だったんですけど、結構床がちょっと柔らかくなってて、ちょっと怖かったんで、床張り替えてあります。床張り替えてクッションシート引いてありますね。で、それ以外は壁も綺麗なんでそのままです。ここもシーリングライトだけ交換してあります。はい、ここが2階の洋室。
でこっちにもう一部屋あって、はい、ここはもともと6畳の和室だったんで、ここも洋室に変更してあります。床作ってクッションシート貼ってあります。で壁が砂壁だったので、砂壁を白のペンキで塗ってありますね。ついでに柱も塗ってあるんで真っ白白の部屋になってますけど、結構綺麗に仕上がってると思います。毎回ね、砂壁ってどうしようかなって悩むんですけど、この白のペンキで塗装するの結構いいような気がしますね。ちょっと手間はかかって大変なんですけどね、結構綺麗に仕上がったんでいいかなと思います。で襖は毎回綺麗に張り替えるんですけど、今回そのままでいいかと思ってそのまま何もやってません。お客さんつけていく中でなかなか決まらなかったらちょっと綺麗に張り替えてもいいかなと思いますけど、一旦このままで募集かけようかなと思います。あとはこのテレビアンテナの配線ね、ぐちゃってなってたんで、これ綺麗に整えてあります。こっちもね追加で綺麗に作ってあります。テレビアンテナの配線はもともとアンテナ自体なかったんで、アンテナから取り付けやりましたんで、別動画で上げてあるんで、気になる方よかったら見てみてください。っていう感じでテレビアンテナの配線も綺麗にやってあります。はい、ざっとこんな感じですね。今回ちょっと時間がなかったのもあってもう全面的にはやってないんですけど、最低限のとこはやれたかなと思います。もともとこの家綺麗だったんで、これぐらいでお客さんつくんじゃないかなと思って、これからお客さんの募集やっていきます。はい、ということで90万戸建てのリフォーム後の様子でした。今回そこまで手かけてないんで、ビフォーと比べてもあんまり変わり映えしなかったかもしれないですけど、場所によっては結構がっつりやったんで見違えたかなと思います。これからお客さん募集していくんですけど、ここちょっと場所が少し田舎なんで、一応スタートは7万2000円で募集をかけたいと思います。決まるかちょっとわからないですけどね。決まらなかったらちょっとずつ家賃下げていこうかなと思ってますけど、できたら7万円台か、6万円台後半ぐらいで決まってくれるといいなと思います。僕と同じように DIY 大家やってる人に参考になったらいいなと思います。ということで今日の動画はこれで以上です。今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思った人は高評価をお願いします。よかったらチャンネル登録もお願いします。